皆さん、こんにちは。こんばんは、ルナです。ありがとうございます。みーむんチャンネルへようこそ。今日からですね、新しいシリーズを始めたいと思います。ときめきサンキューダイアリーでございます。パチパチパチ。どんな時間かというと、その日にあったとってもほっこりすること、ときめいたこととか、ありがたいな、感謝できるなって思ったことをシェアする時間でございます。でもそれだけじゃなくてですね、やっぱり気づいて感謝に変わるってこと結構あると思うので、そういうことをシェアしていきたいなと思います。ありがとうございます。で、いいなと思った人、高評価してくれたりとか、あとコメントしてくれたりとか、フォローとか何かアクションを起こしてもらえると、YouTube のシステム上より多くの人に見てもらえるっていうものになっているらしくて、せっかくやってるならたくさんの人にやっぱりこの愛のね、波動が届いたらいいなって思うので、ぜひ、ルナちゃんのこの動画をたくさんの人に見てもらいたいなと思った人は、いいねとかコメントとかしてもらえるととってもありがたいです。よろしくお願いします。はい。そうですね。今日私お散歩行ったんですよ。突然始まる今日のストーリーなんだけど、そうお散歩をしに行って、最近なるべくね、自然の中でお散歩する時間をね取ってる。やっぱそういう時間があるとこうリチャージできたりとかねできて、すごくこう気持ちいいんだけど、特にパソコン作業した後って電子機器触るとちょっとやっぱりなんだろうね、電子機器を触った後特有のこう疲れみたいなのもあるし、こうどうしても目とかね肩とかがこうふんってなりがちだから、ふーって全てねこうふんってニュートラルに戻すために自然の中にねお散歩しに行ったりとかしてます。で、今日ね結構日本庭園みたいなところに行って、でそしたら外国人の人がねいっぱいいたのよ。でカップルがお互いの写真を撮り合ってたから、写真撮りましょうかって撮りましょうかって言ったんです。そしたらすごい喜んでくれて、でそこからいろんなね話が弾んで、なんか私思ったより英語喋れるじゃんみたいな、最近あんま喋ってなかったからどうかなと思ってたんだけど、結構ねやっぱり一応英会話教師もやってます。はい。オンラインで教えてますんで、興味ある人は教えてください。はい。オンラインでね英会話で、特にマインドを整える系のお話とか、そういう動画を参考にしながら英語を学ぶっていうことをやったりしてるんですけど、それのおかげか結構喋れたんだよね。で楽しくて、で最後の最後にとりあえずここら辺でお寿司のおすすめあるって聞かれて、てんてんてん知らんよく知らなかったんだよね。ここら辺そんなにお寿司で有名じゃないしなみたいな。じゃあラーメンにしようとか言ってて、ラーメンか、一応あるにはあるけどみたいな、ちょっと脂っこいけどいいですかみたいなね、そんな感じでいいよいいよって言って、それで終わったんだよね。で北海道とかそのうち行ったらいいよみたいな話をしてお別れしたんだけど、なんかねすっごく心残りだったの、そのお寿司を案内できなかったことが。っていうかこのエリアってなんか美味しいものないのかよみたいな、なんかすごいねいいのか悪いのか、いいんだと思うんだけど、ホスピタリ精神が炸裂するタイプなので、結構ね困ってる人とかそういう外国人の人とかいるとすごい声かけたくなるボランティアのおばちゃんタイプなんですけどそれでね知らないっていうのがすごいっていう、なんて残念なことを、もっと私に知識があればみたいな。でその後もうずっと歩きながら考えちゃってて、なんかないのかなみたいな。でもちょっとなかなか思いつかずね、だんだんそれがねこうちょっとね自分責めになってくるのよ。なんで知らなかったんだろう、もっと知ってればあれこういうことをやっぱり中身を勉強しとかなきゃねとかさ真面目だし、だんだんそれで負の連鎖で、いやそもそも英語も言い方ちょっとあれだったよねとか、あの時ちょっと変な顔してたけど英語が変だったとか、むしろ内容が私のジョークがつまんなかったとかねどんどんネガティブになっていくわけです。なんかツーンみたいな。で分かってるんだよ自分では。それが客観的に見れてはいるから、こういやそんなね、だって話しかけて写真撮ってあげてそれだけでも喜んでくれてたじゃないとかね、その気持ちが大事だよみたいな感じで思ってたんだけど、やっぱこう腑に落ちないと人ってなかなかこうって思い続けちゃうよねっていうのがあって、
やっぱりなんかもうグルメツアーガイドとかやったら知識がもうちょっと入るかなとかさ考えてたんだけど、その敷地内に神社があったのね。だからここはちょっと神社にお参りしようと思って、この神社の後ろに山もあるから、山にこうね、ありがとうございましたって言って、手を合わせて特に何か言ってたわけじゃないんだけど、そしたらふっとね、こう、あなたは、結果が大事なんじゃないよ。結果が大事と思ってるけど、大事なのはあなたが愛であったということだよって言われて、斜め上来たみたいな、斜め上来たみたいな感じで、そうだよねってすごい腑に落ちたの。つまりは私は、この件だけじゃなくて何に関しても、こうやって動画とか発信もそうなんだけど、何かやったら結果が出なかったらもうダメだみたいなとか、10個いいことがあっても1個ダメなことがあったらダメだみたいな風につい思う癖があるのね。でそれでその一つのことでってことはその総合的に見たら良くなかったよねっていう捉え方をしてしまうんだけど、そうじゃなくって、実際それがどうだったかっていうのは本当関係ない。仮に私がもうめちゃくちゃ英語下手くそで、めちゃくちゃもうなんかナンセンスな感じの人で、だけど写真を撮ってあげようとしたみたいで、心持ちはいい状態で接していたとしたら、それもいいんだよね。だから結果はくだらないくだらないとか言っちゃったらどうでもよくて、大事なのは私がやっぱりその愛の心を持って接した、その何か手伝いたいなとかサポートしたいなっていう気持ちでこう喋ったし、楽しくお話しした、その時間が相手には伝わっているし、大丈夫だよって。そうだよね。だって仮にもし私が海外にいて、そこの現地の人が一生懸命日本語でこう話そうとしてくれて、仮にそれがたどたどしくても、ちょっとねよくわかんない内容のジョークとか言ってても、それがすごい楽しそうで写真撮るよとか、こんないい場所あるよとかね、日本好きなんて嬉しいとかね、日本ってかうちの国好きなの嬉しいとかね、私みたいに言ってくれてたら、そんなの絶対なんか終わった後、なんかいい人だったねとかありがたいねで終わるじゃん。それをなんかわざわざさ、あの人はなんか変な人だったねなんて言わないと思うんだよねだから自分のことってなるとすごい厳しくなるけど、置き換えてみるとやっぱりそんなことはなくって、っていうのを、冷静に捉えられるきっかけになって、なんかその時にお参りしてよかった、ありがとうって思いました。今日のときめき感謝ポイント。しかもそのねカップルはあれだったの、カナダ人の2人だったんだけど、ハネムーン、しかも結婚前のプレウェディングハネムーンって言ってた。で3週間も休みを取ってて、でそれでどこに行くかって言ったら、めちゃくちゃ行きたい国にしよう、しかもじっくり回りたい国にしようって言って日本を選んでくれたらしいの。超幸せじゃない？ありがたいよね、なんかそういう風に日本を捉えてくれるって。だから嬉しいって言っといたで私は言ったの、やっぱり海外の人ってそうやって長く休みみんな取るからいいよねみたいな。日本はみんなさ1週間とかだよって言ったら、いやうちらも別に同僚とかは多分みんなおいおいと思ってるよ、でもいいんだ、関係ない、だって自分たちはそれだけの時間が必要で大事な旅行なんだから絶対それぐらいは取るってもう言ってて、そっか、なんか私はシステムが違うのかなって思ってたの、日本と海外って。でも違ったのはシステムなんじゃなくて、人の考え方っていうか、どれぐらい自分の幸せを大事にするか、相手にどう思われるとか、なんか迷惑かけちゃうんで、もちろんそれは美徳なんだけど、でもそれで我慢って切って我慢した結果、結局なんか不満があってね、多分さ休んで3週間休んで帰ったら、その分仕事に精が出たりとか、ありがとうっていう気持ちでさ、お土産買ってきたよみたいな、こういい気持ちでいられるじゃんね。なんかそういう自分の意思とか自分たちのその幸せっていうのが優先順位がしっかりとしていて、それを大事にできるっていうのはやっぱりそこの違いなのかなと思って、ねえ、日本人も取り入れていきたいなっていうところですよね。というところで、そんな2人にもときめきました。
それが今日のときめき感謝ダイアリーでございます。ではでは、聞いてくれてありがとうございます。いいねと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントお忘れなく。ではまたね。